バカゲーファンの皆様、こんにちは。今回は、ゴルゴ13第1章神々の黄昏を攻略解説していきます。テーゲル空港からゲームがスタートします。まずは、マリア・ラブレットから依頼を受けます。操作方法は、十字キー左右で移動、下キーでしゃがみます。B ボタンでジャンプ、A ボタンで攻撃です。攻撃方法ですが、最初は、なんと、ゴルゴは弾を持っていません。弾を未所持の場合は、キック、弾所持の場合は、銃での攻撃となります。敵を倒すことで、弾を入手したり、体力が回復します。特定の場所を通ると、ゴルゴが銃で狙われるカットが入り、3D シューティングモードになります。銃を所持状態でも、ジャンプ中に攻撃ボタンを押すと、ジャンプキックができます。まずは、ここのフリードリッヒ駅へ入ります。建物に入るには、十字キーの上を押します。最初は、ゴルゴがこちらを向いていますが、ボタンを押すと、向こうを向き、人物が登場します。ここでは、ダークブリッドから、ブランデンブルク門へ行くように言われます。そのまま右へと進みます。このゲームですが、基本はジャンプキックを主体に使っていきます。というのも、銃を撃った後の硬直時間がかなり長く、一撃で仕留めなければ確実にダメージを食らいます。そして、なぜかしゃがみ撃ちができません。なのに、敵はしゃがみ撃ちをしてきます。この操作性と、被弾した際のダメージ量も多いので、ゲームの難易度はとても高いです。3D シューティングモードでは、画面下に表示されている敵を全滅させれば抜き出せます。敵を倒した際の回復量が大きいので、多少被弾しても無視して破壊していきます。ジャンプについて、ですが、ビルを軽々と飛び越すほどの跳躍力を持つにもかかわらず、左右方向への移動力は小さく、頂点に達する速度が速いため、高さの調節も難しく、慣れが必要です。アレクサンダー駅に行くと、チェリー・グレイスがいます。そして、ヘリからスナイプするように言われます。
これでアクト1クリアです。アクトは全部で13まであります。アクト2です。ここはヘリに乗ってのシューティングステージとなります。操作方法は十字キーで上下左右の移動、A ボタンで攻撃です。敵の出現パターンは決まっているので、慣れてしまえば、ここは特に苦戦しません。ちなみに、愛銃であるアーマライト M16 は、ラスボス戦後のイベントで1回しか使うことができません。このゲームですが、コンティニュー方式は非常に独特です。ゲームオーバーになると続くと表示され、次回予告のテロップが表示された後、タイトル画面に戻されます。そのままスタートすればコンティニューとなりますが、その度にゲームスタート前は第1回だった。タイトル画面の回数、話数表示が一つずつ増えていきます。第52話が最終話となり、この最終話でゲームオーバーになると、続くではなく、カンとなってしまいます。狙撃ステージです。ここが初見殺しとなっており、最初に照準が合っている塔にはターゲットはいません。その左側の建物にターゲットがいます。B ボタンで拡大して、A ボタンでスナイプします。ちなみに、次の狙撃ステージはラスボス戦までありません。無事空中スナイプが完了したら、ブランデンブルク門へと行きます。緑の館へ行けと言われますが、このエリアすべてが緑です。また、ゴルゴは決して走ろうとしないため、移動速度がとても遅いので、基本移動は倍速にいたします。あまり変われば、絵のない 3D シューティングも途中カットいたします。ここの緑の館に入り、コンドルはポツダム駅で、誰かと会う約束をしているとの情報を得ます。タイミングは難しいですが、キックで相手の銃弾を蹴り落とすこともできます。ここのポツダム駅にコンドルがいます。そして、ワクチンファイルの一部を受け取ります。コンドルはここで殺されます。右側へと戻ります。ここのアレクサンダーホテルに入ります。ホテルの部屋にはチェリー・グレイスがいます。そしてお色気シーンの開始です。子供は
B ボタンを押してスキップしてください。なぜか、このお色気シーンに力が入っています。スキップをすると、このシーンから始まります。チェリー・グレイスとの一戦を終えると、ゴルゴの体力は、なぜか全回復します。ちなみに、落ちているタバコを吸っても全回復します。そして、再度、緑の館へと行きます。女主人から、アクアラングと水中銃を受け取ります。アクト3です。水中ステージから始まります。黒い上下に動いている敵は倒せないので、避けて進みます。当たると大ダメージです。階層も敵です。当たるとダメージを受けます。この階層は倒せます。何パターンかルートがありますが、この動画のルートで進むと狙撃されないのでスムーズです。建物内に入ると、すぐミサイルが飛んでくるので気をつけます。そして、このミサイルを撃ってくる敵も強力です。4発当てないと倒せません。落ちると、また、水中ステージからやり直しになるので、落ちないようにギリジャンで飛びます。このレーザーの砲台も厄介です。背景のせいでレーザーも見えにくいです。扉の中に入るとオズ・ウィンダムがいます。この先の通路を抜けてギリシャへ行けと言われます。3D ダンジョンステージです。現在、位置やマップ等は一切見れません。後半のダンジョンはかなり広いのでマッピング必須です。このゲームですが、スタートボタンを押してポーズをすると、なんとカラオケモードになります。なんと3番まであります。
ト4です。アテネ空港から始まります。ティファニーに M16 のカスタムをお願いします。ギリシャステージを、まずは道なりに進んでいきます。ここのアティナスホテルに入ります。支配人からティファニーがヘローデス音楽堂で待っていると言われます。わかりにくいのですが、ここに階段があるので、上を押して階段を登ります。ここがヘローデス音楽堂です。中にはティファニーがいますが、M16 を奪われてしまいます。奪った人物は、スミオン岬に逃げたと言われるので、後を追います。ここの女の敵ですが、ジャンプキックをしてくるので、かなり厄介です。倒すのも2発当てないといけません。バズーカーを持った敵は6発当てないと倒せません。スミオン岬先端に着くと、チェリー・グレイスがいます。水中に戦車らしきものがあるので潜入しろと言われます。水中でも狙撃されて 3D シューティングになりますが、このように水中なので動きも遅いです。ここに戦車がありますので、砲台に注意して潜入します。ここからアクト5です。戦車内です。ここも狭い道の中にミサイル男やレーザー砲台が出てくるので難関なステージです。採用のはしごを下ると、ジョン・ブルトスがいます。ここで、敵がネオナチの一味であることを知らされます。
そして来た道を戻ります。スミオン岬からヘローデス音楽堂に戻ります。ポセイドン神殿に行くと、謎の男がいて、M16 と女は預かったと言われます。会話が終わると、ヘローデス音楽堂の前に移動しています。アティナズホテルに入ると、イブ・クリスティがいます。チェリー、グレイスがさらわれたので、ディオニソス劇場に行くように言われます。劇場に行く前にまた、例のシーンが始まります。体力も回復したところで、ディオニソス劇場へ向かいます。ディオニソス劇場に行くと、スパルタカスがいます。そしてスパルタカス戦です。ジャンプして着地したところを狙って撃ちます。スパルタカスを倒すとオズウィンナムがヘリを用意してくれています。そしてまたヘリでのシューティングステージです。奥まで行くと、ヘリが空中で爆発します。ヘリの爆発とともに水中へ飛び込み、アクト6開始です。そしてまた、
同じような水中ステージを進んでいきます。建物内も前のステージとほとんど同じです。奥まで行くとオズウィンダムがいます。先ほどのオズウィンダムは偽物だということがわかります。そして、ダンジョン内にチェリーがいると言われます。3D ダンジョンです。まずは、チェリー・グレイスに会い、鍵をもらいます。ここにチェリー・グレイスがいるので、鍵をもらいます。シャッターが降りてくるところは手榴弾で破壊できます。ここにナチスの秘密ファイルが落ちています。このファイルを取らないと出口の扉が開きません。ファイルを入手したら出口へと向かいます。アクト7です。リオデジャネイロ空港から始まります。チェリー・グレイスから敵はアマゾンの奥地へ行ったと言われます。ファングバックスビルに入ると謎の男がいます。アーマライト M16 はここにあります。個人的にはここがこのゲームの最難関ポイントです。ここのダンジョンはかなりの広さでマッピングは必須です。ここのスコープを取ることによってレーザーが見えるようになります。ただし、レーザーが見えるようになってもタイミングが完全ランダムなので抜けるのは難しいです。M16 アーマライトは地下2階にあります。M16 アーマライトを入手するとゴルゴのテーマが流れます。これでやっと出口に行けますので出口へ向かいます。
シェリー・グレイスから敵がアマゾンに逃げたと言われ、後を任されます。アクト8、アマゾン編です。入り口にジェフ・ブラウニーがいます。アマゾンステージですが、かなりわかりにくいマップで、そのまま進むとループします。ここの木と木の間で植木を押して奥へ進みます。場所はもちろんノーヒントです。地面に地雷があるのでジャンプして避けます。そして、ここのスペースの部分で植木を押して入ります。イブ・クリスティがいて、敵の基地が川の向こうにあると言われます。アクアラングと水中銃を用意してくれたということで、また、恒例の水中ステージの始まりです。水中を抜けると、また、謎の男がいます。そしてアクト9スタートです。ここの 3D シューティングステージには戦車が登場します。戦車は3発攻撃を当てると破壊できます。基地に着くとニセオズ・ウィンダムが登場しますが、イブ・クリスティにすぐ射殺されます。そして、イブ・クリスティがヘリを用意してくれます。そして殺されます。
アクト10です。謎の男を追っていきます。南極アレクサンダー島です。敵の猛攻が激しいですが、右端まで行けば、このアクトはクリアです。アクト11です。ここは 3D ダンジョンのみですが、前回ほど長くないので、さほど苦戦はしません。ダンジョンを抜けるとヒトラーが現れます。手を組まないかと持ちかけられ、断ります。アクト12です。会話画面がカオスになっていますが、偽ゴルゴの登場です。そして偽ゴルゴ戦です。3発ヒットさせると倒せます。偽ゴルゴを倒したら、ダンジョンを進んで抜けます。ダンジョンは、アクト11の途中から始まります。ダンジョンを抜けたら、いつものように、基地と水中を抜けていけば、アクト13です。アクト13、最終ステージです。ここは最後まで一本道となっています。
ラスボス、ヒトラーの脳戦です。ここでの戦い方は複雑で、初見ではまずクリアできません。まずは、クローン培養液の上に点滅ターゲットがあるので、それを破壊します。ターゲットを破壊した後は、クローンを倒します。クローンを倒した後は、生首が襲ってくるので注意して倒します。基本的にはダメージをある程度食らっても無視してターゲットを破壊し、クローンを倒して体力を回復します。制限時間も3分しかないので注意が必要です。すべて破壊すると、今度は動く点滅ターゲットが3つ出るので、これも破壊します。すべて破壊すると、ヒトラーの脳の下に赤いターゲットが現れているので、それを壊します。あとは、最後に、ヒトラーの脳をスナイプするだけです。ゲームクリアです。お疲れ様でした。
最後までご視聴ありがとうございました。また、次回もよろしくお願いいたします。